どうもどうもどうもビースパイスインクです。今回は実際に私がお店で出しているカレーの盛り付けをご紹介したいと思います。少しでもご家庭で作るカレーの盛り付けの参考になれば幸いだと思ってます。では、カレーにのせる副菜の紹介からしていきます。まずは、これが水菜ですね。水菜を細かく切ったものです。シャキッとした食感が加わるので加えてます。でこれが、スパイスカレーには僕的には欠かせないパクチーです。この香りが癖になります。でこれが、小エビをスパイシーなオイルで漬けた何でしょう、小エビのオイル漬け、小エビのスパイシーなオイル漬けです。結構辛みがあって小エビの旨味も加わるので混ぜた時に美味しくなるかなと思います。で次がこれです。キャベツのトーレン。トーレンっていうのはココナッツで炒めたものを言うんですが、それをキャベツでやってます。結構定番の副菜でやみつきになります。でこれがキャロットラペです。食感がすごい良くて、結構香りも粒マスタードとかクミンとか入ってて香りや辛みもあるので個人的にめっちゃ好きな副菜です。でこれが大根と人参と玉ねぎのピクルスです。シャキッっていう食感と酸味が加わってカレーで混ぜた時に結構アクセントになるので好きです。でこれがカシリメティですね。ドライハーブです。結構スパイスカレー屋さんでよく見かけると思います。でこれが僕の動画でよく使っているデュカです。ナッツとスパイスを混ぜて刻んだものですね。いい香りしてます。それにヨーグルトソースです。これは味もちょっとだけはあるんですけど、ほとんど彩り的な意味合いで使ってます。で、豆カレーです。豆カレーです。結構甘めで、食感が残るように作ってます。パリップです。あとこれと、カレーを使って実際に盛り付けていきます。では実際に盛り付けていこうと思います。さっきは営業前でちょっと時間がなくて今営業後に撮ってます。ちょっと容器が変わってたりしますけど全然中身は同じです。ではまずこういう黒いお皿に、ご飯を 180g のせてます。約お茶碗1杯分ぐらいだと思います。それでうちの場合はまず、副菜を盛り付けていきます。で今回はカレーを2種類盛り付けるんですけれども、2種類の時は真ん中に副菜を置いて右と左でカレーを分けてます。1種類の時はもう副菜を端に寄せて全体に1種類のカレーっていう感じでやってます。では盛り付けていきます。まず水菜ですね。真ん中に置きます。でキャロットラペをこちらに。でキャベツのトーレ、エビのオイル漬けです。で最後にピクルスをのせます。副菜とご飯でこんな感じです。でここにカレーを注いでいきます。まずはチキンカレーからです。で今度は、逆側にポークビンダルを盛り付けます。
でデフォルトでついてくる豆カレーも最後にのせます。これで、カレーが全部乗ってる状態ですね。でここに最後の仕上げでいろいろかけていきます。真ん中にパクチーをのせます。でカレーにヨーグルトソースをささっと、でカシリメティを全体に振りかけます。床も全体に振りかけます。で仕上げにブラックペッパーをかけたら、私がお店で出しているスパイスカレー2種盛り合わせの完成です。いい感じです。いい感じだと思います。では完成したのでいただいていこうと思います。いただきます。いい匂い。美味しいです。水菜のシャキシャキ感も結構好きです。小エビは結構うまみがあるので、混ぜるとまたちょっとエビのうまみが加わって美味しいです。いただきます。ピクルスも僕は口直しというよりももうカレーに混ぜ込んじゃって食感を楽しみます。で酸味もあって結構アクセントになってて美味しいです。ごちそうさまでした。以上が、僕が実際にお出ししているカレーの盛り付けでした。盛り付けも結構カレーと同じぐらい自由で食欲を湧き立たせる重要な部分だと思うので、ぜひ参考にして作っていただけたら嬉しいです。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。